皆さんこんにちは、わたたびです。今回は秋田県にある温泉街に向かいます。現在は衰退しているようですが、かつては大館の奥座敷と呼ばれていた温泉地です。場所は秋田県北部に位置し、青森県と接する大館市。米代川のほとりに広がる自然に囲まれた温泉地で、古くから湯治場として親しまれています。周辺の観光地を巡りながら向かいます。うわあ、すごい。わわわ、雲海これ。うわ、すごい。あ、すごいね。雲海みたいになってるね。はい、こちらを右ですね。よいしょ。うわ、いけるかな。あ、滑ってる。雪がもうカッチコチですね。こちらですね。よいしょ。はい、到着しました。銚子の滝というね、滝を見に来ました。この先は温泉施設があって、利用する人のみね、駐車できるんで、滝を見に行く人はこちらの駐車場に停めて見に行きます。滝まではここから200メートルなんで、誰でも簡単に見ることができる滝です。それではね、早速見に行きたいと思います。あちらが温泉施設ですね。おそらく泊まることもできると思います。なごみの湯っていう施設の横を通っていきます。で、こちらはね、無断駐車固くお断りしますって書いてあるんで、この滝を訪れる方が多いんでしょうね。レビューは少なかったです。怖がって逃げちゃいました。吠えるんですけど、見たらね、すぐ隠れちゃいます。あ、もうすぐそこですね。はい。本当にこの温泉施設から100メートルで滝に到着します。うっすら滝が見えてます。あ、こちらは神社ですね。湯の沢神社。不動明王が祀られてるみたいですね。こちらの看板にはちょっとね、難しいことが書いてあります。足元はガチガチなんですけど、膝ぐらいまで沈むところもあります。おお、めっちゃ沈む。で、こちらですね。この滝は、すぐ目の前ですね。もう見えてます。わ、すごい。ちょっとね、滝の周りが凍ってます。すごい。結構ね、近くで見ることができます。こちらに車椅子って書いてあるんで、雪がないときは車椅子でも来れるとこなんでしょうか。こちらが滝なんですけど、すごい。遠くから見たらね、そんなことないと思ったんですけど、近くで見るとめっちゃすごいです。はい。こちらですね。
ごい。岩に囲まれて、その真ん中にですね、滝が流れ落ちてます。滝の上はね、凍ってないんですけど、この滝壺あたりが氷のね、山になってます。結構近づくことができます。よいしょ。あ、すごっ。いや、ほんとね、目の前で見ることができます。すごく綺麗です。で、こちらの落差は約18メートルになるそうです。こんな滝がですね、たった徒歩2、3分で見れるっていうのがいいですね。これでもね、結構溶けてきてると思います。もう少し早く来てたら、もっとすごい滝を見れてたかもしれません。歩いて2、3分で来れる場所なんで、皆さんもね、もしよかったら訪れてみてください。はい、それではね、駐車場の方に戻ります。すごい迫力でした。遠くから見たらね、ごく普通の滝かなと思ったんですけど、近づいてみると洞窟のような場所になっているとは思いませんでした。この川沿いに見えてるのが、あれ露天風呂なんですかね。丸見えとまでは言わないですけど、ちょっと見えますね。でも露天風呂からこの滝が見れるってめちゃくちゃ最高ですね。吠えてる吠えてる。素泊まりで大人1人5500円で泊まれるみたいです。なかなかこの辺りも雪深いですね。はい、それではね、次の目的地に向かいます。この道路を右に行くと立派な滝があるみたいです。興味がある人はね、ぜひ訪れてみてください。はい、結構ね、天気が良くなって晴れてきました。山を降りてきて町に出てきました。で、目的地まではね、あと18分で到着します。またね、山の中に入って、で少し、雪も降ってきました。はい、もう到着ですね。こちら右に曲がってもう道なりで到着します。ここですね。駐車場、これは右ですかね。よし。はい、到着です。こちらはお猿沢鉱山です。鉱山には詳しくないんですけど、ある理由で今日は来ました。お猿沢鉱山の発見は奈良時代の和道元年708年であると伝えられていて、坑道の全長が約800キロで日本最大最古の銅鉱脈群採掘跡となります。全長800キロってめっちゃすごいですね。東京から広島までぐらいの長さの坑道となります。昭和53年1978年に閉山しています。1300年前からある坑道を見学することができるんですが、今年の3月末で一般公開が終了するそうです。社会科見学を目的とした修学旅行、校外学習、研修、社会科見学ツアーは継続するそうです。もしかしたら観光地として運営している映像は YouTube 上最後の動画になるかもしれません。早速ね、こちらの坑道を見学したいと思うんですけど、入場する前にですね、魔法の言葉があります。入場券売り場でホームページを見たというと、入場料が 10% オフになるそうです。ちなみに料金はですね、大人1200円になります。それの 10% オフなんで、1080円ですかね。それではね、まず、入場券を、購入したいと思います。こちらすぐ坑道の入り口なんですけど、入り口の前にですね、入場券売り場があります。入場券買ってきました。 10% オフで1080円でした。
で、中の坑道はこんな感じですね。1.7 キロ見学することができるみたいです。それではね、早速見学したいと思います。はい、こちらが入り口ですね。この辺りまではね、コンクリートなんですけど、ここから素彫り感のある坑道になっています。結構ね、思ったより広いですね。40分から60分ほどかけて歩きながらね、この様々な採掘跡を探検することができます。坑道内は通年で気温が約12度前後で、夏は涼しくて冬は暖かく感じるそうです。風通しがめちゃくちゃいいんで、今のところめっちゃ寒いです。はい、中はこんな感じですね。こっちは行くことできないんですけど、当時のままの坑道が残ってます。800キロ続いてるってことは、地下何メートルぐらいまであるんでしょうか。個人的にはこっちを進みたいんですけど、残念ながら行くことはできません。江戸時代に掘られた坑道がですね、完全な形で多く残されているのが特徴だそうです。坑道にいてるだけで、なんかすごくワクワクします。冒険心をくすぐられますね。こちらにですね、光り輝く鉱脈をご覧くださいとあります。これのことですかね。ごめんなさい、知識がないんで、どれのことかよくわかりません。で、推定総産出量は、銅がね、30万トン、金が 4.4 トン、で、銀が155トンだそうです。坑道に入って結構進んでるんですけど、今のところね、同じような道がずっと続いてるっていう感じです。行くことはできないんですけど、こんな感じでね、坑道の跡が、たくさんあります。本当にね、迷路のようなゲームの世界です。もう本当にね、手当たり次第掘ってるっていうのがわかります。昔はね、本当に工具とかなかったんで、大変だったと思います。金とか銀を求める男のロマンがね、この鉱山には詰まってます。うわ、すごい。すごい。この坑道を掘るのに1000年以上のね、期間がかかってるんで、そう考えると本当にすごいです。この辺りからですね、暖かくなってきました。こちらの空間はですね、バインキャニオンっていうみたいで、この坑道の高さは30メートルぐらいあるみたいです。30メートル先はですね、また平行な坑道になってて、それを繰り返してるんですかね。そんな感じで長い坑道となっているみたいです。ごめんなさい、全然ね、詳しくないんですけど、興味がある人はね、一時停止して見てみてください。採掘から搬出までの工程が書かれてます。ダウンジャケット着てるんですけど、やっぱりちょっと暑くなってきました。単なる坑道の跡なんですけど、こうやって見るとすごく神秘的です。男心くすぐられます。坑道は、どんどん奥には続いてるんですけど、もう立ち入り禁止で行くことはできません。すごい。これは、シュリンケージ採掘法っていう方法みたいですね。この重機で壁に穴を開けて、で、こちらにですね、火薬を詰めて爆破して坑道を掘るっていう採掘法みたいです。そんなに奥まで進んでないんですけど、結構近代的な掘り方ですね。はい。で、こちらには、ワインがね、貯蔵されてます。いつの時代のワインかわかんないですね。めっちゃ古そうです。たくさんのワインや日本酒が貯蔵されてます。
坑道内はですね、12度前後で、湿度もね、90% 以上あるんで、このお酒の貯蔵に適しているんだそうです。というふうにね、わかりやすいように音声案内で教えてくれます。貯蔵庫の前にはですね、お社があるんですけど、こちらはですね、鉱山繁盛、そして校内の安全、家内安全などのご利益があるそうで、こちらの鉱山で働く人は、まずこちらで一礼してから仕事に就いたそうです。はい、それではね、先に進みます。標準コースということは別にコースがあるんですかね。こちら左に行くと標準コースで、右が特別コース。この標準コースに進むと15分で出口につながるみたいで、こちら右の近代坑道に進むと約1キロ、出口まで30分かかるそうです。こちらの特別コースは、一周回って、で、またここに帰ってくるみたいですね。はい。せっかくなんで、こっち行ってみます。何かわかんないですけど、開けたくなりますね。この先は近代坑道。活気あふれる昭和の時代をご紹介するゾーンです。ここからですね、昭和の時代みたいです。音声が流れてくれてるんで安心です。無音だと結構ね、不気味な空間だと思います。ここからね、1090メートル歩きます。こちらにトイレがあります。人がいてると思ったらね、人形でした。ここはね、休憩所になります。なんかリアルなんで、本当に人がいてるような感じです。当時、この鉱山で働いていた人は本当に大変だったと思います。ここからね、人形がたくさんあって、結構なんか見どころも多そうですね。せっかく来るならこの特別コースに来た方がいいと思います。こちら、事務所ですね。本当にね、当時のままの事務所なんでね、リアルですね。すごい。キラキラ光ってますね。こちらのトロッコには三菱のマークが入ってます。明治にですね、三菱に工業権が移って、閉山までの約90年の間、三菱の経営により銅山として最大のピークを迎えたそうです。だから三菱は、海運業から始まって事業を広げて、後に三菱財閥に発展しました。で、銅山といえばね、住友グループですよね。こちらの看板はおそらくね、当時のままの看板だと思います。帰ってきてね、安全で僕はパパと遊びたい。なんか胸が苦しくなりますね。で、こっちがルートです。鉱山とかに興味はあんまりないんですけど、説明があるんで勉強にもなりますし、説明を聞くうちにだんだんと楽しくなってきます。こちらには水道があります。奥に進みにつれて機械が近代化してますね。これに乗って上にね、行けるみたいです。生野銀山とかもそうなんですけど、坑道内にある人形って無駄にイケメンなんですよね。こういうね、立ち入り禁止のとこがたくさんあるんですけど、悪ふざけで入っていったとしても、この坑道が800キロもあるんで、もしかしたらもう迷って帰ってこれないかもしれませんね。すごい。どこまで続いてるかもわかりません。で、何十メートルって下まで続いてます。グランドバインキャニオンというそうです。なんか広い空間に出てきました。ここはどういう空間なんでしょうか。全然知識ないんで、もしかしたら今のは見どころだったのかもしれません。なんかすごい場所。弾薬庫みたいですね。いや、違うと思いますけど。こちらの空間にはですね、当時使っていた機械などがね、写真と一緒に展示されてます。
こちらは、第2、やっぱりそうですね。こちらはね、火薬庫だったみたいですね。ある一定量以上の火薬類は火薬庫に貯蔵しなければならないという法律に定められているそうです。火薬による事故の発生を防止するために火薬庫が設けられているんですね。最大20トンまで貯蔵できるみたいです。奉行所があります。おそらくね、金とか銀を、黙ってね、持ち帰らないように、ここで手荷物検査をしてたんだと思います。で、ここからはですね、400年前の江戸時代ゾーンになるそうです。ただ、もう行動は終わりだと思うんですけどね。はい。はい、出口まであと110メートルです。こちらはカラメ場という場所で、金をね、採取する、工程の場所みたいです。鉱石を砕いて、沈殿した金を、採取してたんだと思います。当時はですね、ろうそくで掘り進んでったんですね。江戸時代の当時はですね、この狭い坑道を掘ってたみたいなんで、怖かったと思います。人形の背中にあるこの藁のようなものは、鉱石の採掘するときは、座布団代わりに使って、採取した鉱石を入れるためにも、使われてたみたいです。人力で掘ってたんで、1日30センチ掘り進むのが精一杯だったみたいです。江戸時代ゾーンの方が面白いですね。最後はエレベーターで上がるみたいです。出口です。金とか銀が展示してあるんですけど、三菱のマークが入ってます。お土産コーナーですね。雪景色だったことを忘れてました。おさり沢鉱山楽しんできました。歴史の重みを肌で感じられる貴重な体験ができました。この坑道がもう見れなくなるのは本当に残念です。見学できなくなる理由をですね、伺ったところ、この坑道を維持するのが困難だとおっしゃっていました。中にはね、お土産がたくさん売ってたんで、せっかくなんでお土産買いました。もしかしたらね、どこでも売ってるかもしれないんですけど、こちらのね、金箔のストラップ買いました。たくさん金箔が入ってるんですけど、なんとね、これ食用みたいですね。お茶とかお酒、お料理に使えるみたいです。それではね、この近くに道の駅があるんで、道の駅に寄ってから、温泉街の方に向かいたいと思います。こちらですね、道の駅カズノ。お客さんいっぱい。よいしょ。到着です。はい、到着しました。カズノっていうね、道の駅になります。秋田といえばいぶりがっこですね。何これ、カズノフルーツサングリア。めっちゃ可愛いお土産です。はい、こちらはですね、産地直売所。で、こちらの道の駅にはレストランとかね、展示館っていうのがあるみたいなんで、見に行きたいと思います。こちらがうどんそば。
これがきりたんぽ館なんですけど、やってないですね。結構ね、広い道の駅です。こちらですね。で、こちら料金がね、大人、500円ですね。なんかいろいろ展示してあるみたいなんで、せっかくなんでね、見てみたいと思います。よいしょ。妻は興味ないんで、一人で行ってきます。で、今買ったチケットをここに入れたらいいんですね。はい。中はこんな感じです。わ、すごい。みこしですかね。こんな感じで、各町内のですね、みこしっていうんですかね、がずらっと並んでます。引くのか担ぐのかよくわからないですけど、はい、そういうお祭りみたいですね。これは実際に使用しているやつなのか、もう展示用なのか、ちょっとごめんなさい、わかりません。この上に乗ってね、太鼓とか叩くみたいです。お祭りの時はね、屋台とか並んでね、すごく賑わうみたいです。知識なく来たらダメですね。何のこっちゃがわかんないんですけど、すごく、豪華ですね。1台作るのにどれぐらいの費用がかかるんでしょうか。そこはね、気になります。もしね、興味ある人は訪れてみてください。はい、じゃあね、こちらのレストランでご飯いただきたいと思います。秋田といえばきりたんぽなんですけど、ここはね、比内地鶏が有名みたいなんで、こちらにします。妻はね、こちらの比内地鶏スープの鍋焼きうどん、比内地鶏の親子丼が来ました。めっちゃ美味しそうです。こちらがね、鍋焼きうどんですね。とろろご飯のセットで1000円です。これ安いですね。いただきます。うまい。美味しい？鶏の弾力がすごいんやけど、美味しい。美味しい？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。はい、それでは出発します。よいしょ。はい、ここからね、温泉街まではだいたい30分ぐらいで到着します。はい、ちょっとね、仕事が入って夕方になっちゃいました。温泉街まではあと5キロで8分で到着します。はい、この辺りから、大滝温泉街になります。はい、到着しました。こちらはですね、大滝温泉になります。この橋の向こうからですね、大滝温泉の温泉街となります。で、大滝温泉の開湯は大同年間807年頃、伝説ではですね、傷ついた一羽の鶴がこの湯で傷を癒し元気に飛び立ったとされています。その場所がススキが生い茂る野原だったことから、鶴の湯またはね、ススキの湯と呼ばれるようになったと伝えられています。現在も古くからの湯治場として地域に親しまれている歴史ある温泉です。泉質の方はナトリウム、カルシウム、硫酸塩塩化物泉です。温泉街を散策しようと思うんですけど、この橋をね渡る前からこんな巨大なお城があります。なんですけど、もうこちら廃墟になっています。旅館だったんでしょうか、バリケードがされています。はい。
で、この橋の向こうにですね、こんな感じで、大きな建物が立ち並んでいます。見るからにですね、もう営業してませんね。はい。で、さっきのお城がこちらですね。こう見るとかなり立派ですよね。宿が2軒あるんですかね。で、予約して今日は宿泊しようと思ったんですけど、3月の1日まで予約が取れない状況となっていました。はい、こちらは多分もう営業してないとは思うんですけど、温泉だけは湧き続けています。はい、こんな感じの建物でやっぱり営業してないですね。で、こちらは共同浴場。なかなかちょっと入る勇気はないんですけど、一般の人はね、入浴できないみたいです。はい。ここを左に曲がれば、おそらくメイン通りになると思います。交差点に出てきました。はい。車通りはね、結構多いんですけど、温泉街の入り口からもう廃墟になった建物がたくさん立ち並んでます。昭和のまま時が止まっているような、そんな感じですね。これはいつの地図かわからないですけど、この周辺の宿泊施設とかお店などがね載ってあるんですけど、営業されてるんでしょうか。で、おそらくこっちがねメイン通りっぽいんで、こっちに向かって散策してみたいと思います。衰退してるとは聞いてましたが、ここまでひどいとは思っていませんでした。お店がやってないんで誰も歩いてないですね。異世界に迷い込んでしまったような、そんな感覚です。一応ねバス停はあるんですけど、もう時刻表が剥がされてないんで、おそらくもうバスは来ないのかもしれません。民家はねたくさんあって、で、人も住まれているんですけど、こういう、商業施設はねほぼ全滅してますね。こちらもホテルだったみたいなんですけど、壁が剥がれてきてます。こちらの温泉街の最盛期は昭和40年から60年代で、団体旅行ブームで大きく発展して、企業の慰安旅行や宴会利用で大型ホテルが建設され、県北有数の温泉街となりました。20年ぐらい前まではね、宿泊施設がまだ10軒ぐらいあったんですけど、もう今は2軒しかありません。で、日帰り入浴施設はもう1軒みたいです。車通りはね結構多いですね。昔はすごくね賑やかな観光地だったそうです。こちらはバーですね。営業されてません。その向かいもですねバーとかそんな感じの建物ですね。ここでね予約を取りたかったんですけど、3月1日以降じゃないと予約が取れなかったんで、諦めました。こちらはお寿司屋さんですね。中電気もついてるんで、もしかしたらやられてる可能性が高いですね。で、こちらリトル大滝温泉なんですけど、営業されている宿泊施設になります。宿泊するんだったらさっきの千歳ホテルか、こちらの、旅館しかないみたいです。で、その隣にも滝の湯という旅館があるんですけど、もう倒壊してますね。宿泊施設の向かいはですね、お土産屋さんですね。もうこちらも営業されてません。足湯があります。こちらは大滝温泉の自治会館で、こちらが大滝神社
で、こちら足湯なんですけど、利用できるみたいです。誰もいらっしゃらないですけど、温泉は湧き続けています。結構あったかいですね。手がかじかみすぎて温度が全然わかんないんですけど、42度、43度ぐらいありそうです。温泉の成分がびっしりこびりついてるんで、すごくいい泉質なんだと思います。こちらは飲泉できるんですかね。飲泉してもいいとは書いてないんで、飲むのはやめておきます。大滝神社と大滝薬師神社、はい、せっかくなんでね、参拝していきます。この狛犬を見るだけで歴史のある神社だとわかります。100メートルぐらいでね、温泉街は終わりだと思います。はい、なので、かなりね、小さな温泉街となります。で、さっきのね、お寿司屋さんはやっぱり営業されてますね。Google の評価もありました。営業されている宿泊施設は日帰り入浴はやられてないようです。向こうの方にですね、トムトムっていうね、日帰り入浴施設があります。そちらも後で行ってみたいと思います。ここがですね、大滝温泉駅になります。無人駅ですね。あ、暖房がついてます。あったかい。こんな感じのこじんまりとした、駅ですね。電車の本数はですね、やっぱり少ないですね。上りも下りも1日8本しか出てません。で、こちらには駅ノートがありますね。はい、この絵めっちゃうまいですね。無人駅の電車に乗ったことがないんで、どこでお金を払うんでしょうか。踏切もないですね。はい、こんな感じの線路です。向こうがホームですね。はい。この右側の線路が盛岡方面で、左側が、大館方面ですね。すっごい静か。いや、散策してたらめっちゃ真っ暗になりました。温泉に入ってからこの温泉街を後にしたいと思います。はい、こちらですね、トムトムっていうね、日帰り入浴施設になります。この温泉街唯一の日帰り入浴施設です。3月まではね、夜9時までで、4月から10月は夜10時までやってるみたいです。体冷え切ったんで温泉入って温まってきます。はい、入浴してきました。体はポッカポカに温まりました。はい、それではね、次の目的地の方に向かいたいと思います。